お願いします。初めての80セブラ。はい。やっと綺麗なやつをちょっと僕が声かけて、まさか取材応じてもらえるなんて思ってなかったんで、本当にありがとうございます。あ、いえいえ、こちらこそ声かけていただいて。まずはこの80スープ、外見はね、めちゃくちゃシンプルだなと思ってたんですけど、まあ王道な。よくあるリドックスさんのリドックスで、はい。あとボンネットとかね、サイドも全部変わって、はい。あと白ホイっていうところがまたね、超かっこよくて。あともう、最近の80とかね、全部ヘッドライトとかもくすみまくってるの多いじゃないですか。あんまりなんかちょっと綺麗じゃないなと思う車多いんですけど、この車はもう全部ピカピカ。そうですね、後期の新品になってて、そう、この車両は前期なんですけど。あ、これ自体は前期なんですか？そう、この自体は1995年式のスープラで、まあ前期なんですけど、フロントテールライト全部後期の新品になって、やっぱヘッドライト綺麗だと全然違う。いや、全然違いますね。やっぱりこうヘッドライト綺麗って大事ですよね。いや、もう見た目が全然やっぱり。車が新しいというか、なんか綺麗ね。はい、30年前の車とは思えないですよね。確かに。この車ってもう30年前。まあ28年前ですか、95年だと。で、まあバンパー類はリドックスさんの。はい。これってフルバンパーなんですかね。そうですね。すごい。でもやっぱエアロチリがいいですね。どこも。まあやっぱちゃんとできてますね。やっぱね、この辺はいいですね。さすがオリドさん。そう、オリドさんとまあバリスさんの。あ、これバリスなんですね。そうなんですよね。そうなんだ。で、カナードとかサイドウィングとかリップも全部リドックス製のやつがついて、ディフューザーもはい、かっこいい。シンプルだもんな。シンプルだけどなんかすごい昔の GT 界に出てたようなこのデザインがすごくかっこよくて。でも結構これすりませんか？いや、めっちゃすります。すりますよね。はい。だって結構出てるんですよね。出ていて、このねバンパーのオーバーハングが長いんでめちゃくちゃ。しかもディフューザー割と分厚いんですよ。だから見た目より低くなってて、思ったよりすりますけど、まあ割れはしないんで。なんか強そうですね。そう、いいかなって。かっこいい。で、あとこのホイールがまた超かっこよくて、なんと白ホイの T37、これこだわりの SL なんですよね。サーガとかめちゃくちゃ考えたんですけど、若干違うんですよね、リムの深さが。あれってあっちの方がリムが浅いんですか？そうなんですよね。スポークが生えてる位置が違くて、そうですね。で考えた結果 SL にたどり着きました。今 SL もめちゃくちゃ高いじゃないですか。はい、中古買ってきて白に塗ってもらったんですけど、全然新品より高いですよね。そうすると確かに全然中古なのに新品と同じ、自分は同じぐらいで買いましたけど、大体中古見ると高いですね。高いですよね。これ J 数的にはフロントが 10.5J、 10.5入るんだ。で265タイヤで、リアが 11J。 11J。 はい。やっぱりフェイス深いっすよね、1個ね。そうですね、やっぱこのフェイス5になるんですかね、11J だと。それがやっぱ反りがかっこよくて、これかっこいいな。タイヤは295を入れました。でこれ295の35なんですげえドラッグマシーンみたいな、このね、いや、そう、このムチムチ感がかっこいい。自分は大好きなんで、このもちもち感はさらにこれ050なんで、サイドウォールもねかっこいい。かっこいい。サイドウォールマジでかっこいいし、リムガードがねないんで。そうなんですよね。めちゃくちゃかっこいいですね。はい。で、あとフロント、これボンネットどこのやつなんですか？これ結構珍しいんですけど、高瀬スタウト。お、高瀬さんね。そうですね。尻もなんかいい感じなんですけど、ここがあれなんですね、多分浮いちゃうんですね。これタイヤ、フロントタイヤ 10.5 入れるためにフェンダーちょっと外側につけてもらったんですよ。それのせいでなんかちょっと隙間が広くなっちゃって、そこはまあそうなんですよね。はい。干渉を避けるために広げてもらったのがちょっと隙間がでかくなっちゃったんですけど、遠目で見たらいいかな。かっこいいな。やっぱスポーツカーこの時代は白が似合いますね。夜も白だと綺麗です。そう、映えますよね。はい。かっこいい。で、あとはこの辺のサイドマーカーあえてこのねオレンジをまま残しておくってところもね、純正のまま結構クリアにしてる人多いですけど。多いです、多いです。でもやっぱりこっちの方が時代に合ってるなっていうかかっこいいし、あとフェンダーもこれワイド化されてるんですか？そうです。これもリドックスのワイドフェンダーで、そう、なんか純正感壊さず、一応片側 30mm。30mm も出てるんですか？はい。すごっ。純正だと 10.5J 多分ギリギリ265だと多分入んないと思うんで。確かにこう見ると結構ここがモコって出てるんですね。そうなんですよね。でも多分スープラ乗りじゃないとパッと見じゃ分かんないレベルで。これだって言われないと分かんなかったですもん、これ。すごい。それほど自然なデザインがね。そうなんです。それが良くて。オリドさんっぽいですよね。はい。あとこのサイドステップがマジで好きで、これ超かっこよくないですか？これね。これも今回の仕様変更でつけたんですけど。あ、そうだ。はい、今までついてなくて。かっこいい。もうワイド化したのがまだ1週間前ぐらいなんで、完成したのがそれに合わせてつけていかつくなりました。いかついっすね。やっぱこれってなんか効果あると思うんですけど、それ以上に見た目がかっこいいから。いや、見た目がかっこいいです。はい。いいな。でこの下もそれもそうです。リドックスのサイドアンダーパネルみたいな。サイドアンダーパネル。かっ
こいいな、オリドさんのセンスすげえな、これは。いや、リドックスのセンス抜群ですよね。やばいっすよね。そのやりすぎず、ちゃんと街中に溶け込むぐらいのね。いや、そうなんですよね。いかつすぎず、でも、レーシングカーみたいな。間違いない。でここのね、塗り分けも僕結構好きで、サイドステップのところをこうグッとね、うねってるところが。そう、もともとなんか塗り分けてくれてあって、で、ワイドボディのこのキットも板金屋さんがうまく塗り分けてくれて、いい感じに。いい感じになってますね。このリアフェンダーもめちゃくちゃ出てると思うんですけど、はい、これもリドックスなんですか？これリドックスです。片側50ミリワイド。50ミリ？やばいな。でもなんか純正の丸っぽさを残しつつみたいな。確かに。ここら辺がもっとボコッとしちゃう感じするんですけど、ここら辺が自然でいいですね。そうなんですよね。多分スムージングしちゃったらもう分かんない。いや、そう、スムージングしてる人も結構いて、海外とかだと。スムージングもめちゃくちゃかっこいいんで、将来したい。将来するのもいいですし、ただでもこのまあこのビス止めもなんかチューニングカーっぽくていいかなっていう。チューニングカーっぽくてかっこいいし、そしてこのあえて僕はこの純正ウィング、これ純正ウィングでしょ？いや、これ TRD のまあ純オプみたいな位置づけですかね。またこれめちゃくちゃとんでもない値段しそうな。いや、そうですね。今もう中古でなんか30、40とかする。やばいっすね。サラリーマン1ヶ月すげえかっこいい。 GT ウィングもねもちろん似合うと思うんですけど、まあそうですね。ここのね、ここがかっこいい。そのチリもぴったりだし。チリもぴったり。はい、完璧だ。それに合わさってこのコーキテールがねやっぱかっこいいな。テールも綺麗で。綺麗ですね。ひび割れゼロ。まあ自分が買った時点でもうこれなってたんですけど、新品入れたてで。ああ、そうなんですね。超お買い得ですね、それは。そうなんですよね。いやー、かっこいいな。そしてこの後ろもね、あえてノーマルバンパーの原型を残したまんまホワイト化もして、結構トライアルとかのリアバンパーにする人多いんですけど、自分は結構純正のこの丸っこいごつい感じがいかつい丸いもっこりお餅みたいな、お餅みたいな、これこそスープラって感じ、80って感じ。間違いない。はい。でこのマフラーも何杯ぐらいあるんですかね、これ。これ出口130のアミューズですね。あ、これアミューズなんですね。はい、じゃあフロントパイプからも全部。フロントパイプが H ケース、パイプ径は80ですかね。パイプ径80ぐらいですね。抜けも結構良さそうな感じでした。めっちゃでけえです、音が。タービンブーストかかってきた時に音がやばいですね。うわーって鳴くような感じ。もうやばいです。やばいですね。窓開けてるとマジで何も聞こえなくなって。やっぱこの直録のね 2J らしいね、やっぱ 1J とはまたちょっと違うような。 1J の方が甲高い。こちらで言うと 2J ちょっと厚みありますよね。いや、厚いですね。やっぱ排気量でかいんで。確かに確かに。これはかっこいい。そしてこのやっぱ後ろから見た時のこの車高バーがマジでかっこよくて、ドンガラなんで、ドンガラの車高バー付きかっこいい。これぞ日本の JDM スポーツカーって感じがして、ね、このあえてワイパーも残すところがまたちょっとそうですね。まあワイパー取りたいとも思うんですけど、今のところつけてあえてこれあるのもいいかもしれないですね。そうですね。結構あった方がいいっていう人も多いんで。これトランクどんな感じなんですか？もう完全に取っ払ってるんですか？中身は。中身はほぼ全部取っ払って。ほぼないですか？開けられます？あ、開けます。あ、もうドンガラですね、完全に。あ、完全にドンガラです。いかつー。ターバーも入ってて、はい、結構軽くなってんじゃないですかね。こういう車は結構内装が重いイメージなんですけど、これだけ剥がしちゃったらもう軽そうだな。ロールバー入ってるんで、それでどれくらいのプラマイになってるか測ってみないと分かんないんですけど。そうですね、相殺されてるかぐらいだとは思うんですけど、はい、それに合わさってバッテリーの位置も移設してあるんですよ。あ、そうなんですよね。助手席の後ろにあるんですけど、これのせいで助手席が下げられない。下がらないですね。パンパンだあれ。そう、もう一個後ろの段に移したいと思ってますね。バッテリーボックスも作って。確かに。まああとはバッテリーちっちゃくすればワンチャンあるのかなと。そうです。でもこいつセキュリティ入ってて、結構消費激しいんですよ。だからでかいのに。それ大事ですね。はい。あとこれ H ケースのハイパーマックス。ハイパーマックス R。R。もう最近できたばっかり。まあ2年ぐらい経ってるか。あ、そうなんですね。でも今までハイパーマックス SP4 そんな感じの進化版。あ、進化版なんですねこれ。本当なんか新しいブランドというか。めちゃくちゃ乗り心地いいです。いいですかこれ。はい。硬いんですけどね。フロント22キロ、リア16キロなんですけど、前のより全然なんかしっとり。しっとり系なんだ。はい。なんか今時の車庫調みたいな感じです。おー、いいですね。だってこういう車大体ね、ガッチガチでぴょんぴょんするようなイメージあるんですけど、はい。しっとりして、前の方がガチガチでしたね。いいの。これ雨漏りとかなさそうですね。雨漏りはないです。すごい。こういうハッチでかい車ってすぐ雨漏りしちゃうイメージなんで。確かに。でもまあここの溝にはめっちゃ溜まりますけどね、水が。はい。そうですね。綺麗。錆も少ない。本当にほぼないなこれ。走行距離も今のスープラにしてはあんまり8万キロぐらい。8万キロ。はい。すごい。だってもうこれ28年前の車ですもんね。そうですね。やばいっすね。にしては全然。開けさせてください。はい。いやー綺麗だな。
内装が綺麗な車ってやっぱいいっすね。このスープラ特有のこの全部こっち向いてるね、運転手のことしか考えてないですもんね。いやそうです、助手席マジ何もできないですから、何もできないですよねエアコンもいじれないしナビ見るな、お前は前見とけ。ナビも見れない内装も超綺麗で、なんかそんなにやれてる感もなく、前の人とかもね、めちゃくちゃ綺麗にされてますね。あとこういうところとかもやっぱ28年も経ったらもっと汚いイメージなんですけど、超綺麗で。一応拭いてるんで、前の人も綺麗にしてくれて、あとサイドバーもねちゃんと入って、かっこいいなこれは。これでまあカーボンドアにしろってことなのかなこれ。横から突っ込まれてもカーボンドアしたいですけどね、やっぱスープラ重いんで。純正どれぐらいの重さなんですか？純正で1500ぴったりか1490とかだった気がします。今の車からしたらね、まあ、軽い部類だとは思うんですけど、当時からしたら重いですよね。そうですね、FD とかと比べたら全然重いんで、ね、そうですよね。300キロぐらい重いですもんね。そうそう。いやー、これはかっこいいわ。このシートもね、一つ前の SPG ですね。はい。これがねまたかっこいいですよね。将来ちょっとブリッドにしたいと思ってます。ボリッド魂を感じますね。はい。あとグラデーションカラーが自分好きなんで。かっこいいですよね。このスープラのこの純正マットもちょっともう今じゃなかなか見れない。ボロボロですけど。いやーかっこいいな。スープラピュアスポーツ使いますね。座らせてもらっていいですか？どうぞ。いいですか？よっ。まず TRD のフルスケールメーターが。そうです。これすごいですね。針真下まであるんですね。これ320が。320まで、はい。ここの下まで行くんですね。はい。すごっ。でこの回転数のメーターが真下に来てるのがまたかっこいい。これね、これかっこいいですね。やっぱこれスポーツカーって感じがしますよね。そこが一気に吹き上がるのがやっぱたまらないです。かっこいいかっこいい。あとこの辺はまあ追加メーターが、はい、追加メーター、これはオートゲージ、こっちオートゲージですね、こっちが大盛りの追加メーターですね。渋い当時って感じです。当時感ありますね。デフィじゃない。でもやっぱこのラウンドしてるダッシュボードってめちゃくちゃ見やすいですね。やっぱり見やすいです。めっちゃ見やすいですね。この辺もねシンプルでコックピットがあって男心くすぐられる。くすぐる。はい。そして助手席に金プロがいました。そう。これ金プロ制御。ここもちょっと味があっていいですね。金プロっていうところがまた。そうですね。これがリンクだとちょっと今感あるんですけど。JDM かっこいいかっこいい。ちょっと昔のチューニング感。そうですね。このダッシュボードもねめっちゃ綺麗なんですねこれ。スープラって結構浮いちゃう個体が多いみたいなんですけど、この個体浮いてなくて。めっちゃ綺麗。すんごいこれ。クラッチも強化入ってるんですか？クラッチはエクセディのトリプルカーボンですね。重そうっすね。街乗りするもんじゃねえなって感じ。ちょっとこれエンジンかけられますか？かけますよ。いいですか？お願いします。おお、エンジンのかかりもめちゃくちゃいい。8万キロ。低走行すぎる。まだオーバーホールされて、これエンジンいじってあるんですけど、オーバーホールされてまだ2万5000キロぐらいかな。やばいな。すごい。なんかもう明らかにエンジンやってないとこういう音にならないですよね。やっぱドー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 っていうね。株が変わってるのでやっぱちょっと不安定。いやー、日本車のチューニングカーの匂いがします。レスポンスいいんでちょっと振ってみてください。やばいっすねこれ。おかしいおかしいおかしい。ちょっと本当はね全開踏みたいけどこれはうるさそうなんで、ただレスポンスめっちゃいいっすね。そうですね。軽量フライも入ってるんで。すごい。にしてもすげえなって思います。いやすごい。ターボ車に思えないですよね。そうなんです。本当に。NA なのかなみたいな。すごっ。何これ面白。そしてねこのもうザ JDM ですね。はい。このシャラシャラ音。スープラやっぱこの音鳴らさないとって感じですね。いやーキレがいい。乗ってて気持ちいい。気持ちいいなこれは。しかも走ってていかついですからね。いかつい。なんかパーキング入ってきてこのシャラシャラするとやってあるな。やってある中やばいっすね。でこのねアイドリングでね。かっこいい。いやすごい音すんなこれ。ちょっとぜひエンジン見せてくださいちょっと。クーラーのタイプ R も乗ってるんですけど。そうですよね。はい。にしても。GC2 よりいいんじゃないかと思います。いや GC2 よりいいです。いいですよね。はい。かっこいい。この TO4Z ついてるのにレスポンス。いやそうなんですよね。なんかパワー持ってかれないのかな。ちょっと異常な感じしますね。はい。
まずこのヘッドカバーがこれもまた JDM の平成のギャルを感じるようなピンクというか紫というか、ピンク紫、なんか中村直樹で塗ったような感じがいいそうです。シルビアみたいな色してますね。かっこいい。クォーターマイルっていうショップさんの、クォーターマイルさんでいじってあるんですか？いじってある、元デモカーみたいな。2JZ でかくていかついっすね。いや、でかいですね。でかい。まあ重いですけど。やっぱ重いっすかこれ？頭重さ感じますね。やっぱインテグラ乗ってると重さは感じますけど、パワーはやっぱ圧倒的です。はい、段違いです。段違いですね。いやーかっこいいな、このカムのねギアもかっこいいし。いや、見えてんのがかっこいいですよね。かっこいい。あえてここカバーがねなしで。そうですね。まあクリアにしてる人もいますけど、まあこうやってなんかもともとくり抜いてあって見えるのもめちゃくちゃかっこいい。はい。この辺のキャッチタンク類もなかなか日本車を感じみ。そうですね。ちょっと茶色くなってるところもめちゃくちゃ踏んでんだなみたいな感じとか。いいなぁ。綺麗だな。フレーム超綺麗ですよ本当に。この辺本当サビ全然ないです。マジ極上車を手に入れられたって感じですね。本当にストラットも全く。まだ買って1年ぐらいしか経ってないんですけど。そうなんですか。はい。インタークーラーとかめちゃくちゃ分厚いのも入ってるし。そうですね。インタークーラーここ H ケースで。ラジエーターはあえてこれ。ラジエーターは真鍮3層式のやつ。銅とかの方が冷えやすいですもんね。街のはい。なんか最近のアルミめっちゃもっと分厚いんですけど、この薄さでもう走ってれば全然水温は全然85度ぐらいキープ。夏でも走ってれば。はいはい。まあ十分っすね。別に変えなくても重くなるだけだ。あとは H ケースの TO4Z が入る。そうですね。まあもう TO4Z も結構古いタービンですけど、未だに現役で。やっぱ TO4Z って聞いたらちょっと名前のネームバリューがあるというか。名前かっこいいですね。名前がかっこいいですね。やっぱね。かっこいい。で、エキマニはこれ。エキマニも H ケースですね。H ケースはい。もうついてる設定なのかな。はい。フルタービンきっとフルタービンキットでついてるの。こんな車もう一からやったら。いやー、今いくらかかっちゃうのか。いつまで時間かかんだみたいな。じゃあちょっとこれはぜひ感じてみたいですね、加速は。はい。いいですか？そう、660馬力。660馬力。はい。トルク73キロあるんで。73キロ。はい。どうされましたっていう加速そうですね。だって最近のやっぱターボ車ってこうね、お利口なエンジン多いじゃないですか。はい。低速もモリモリで、多分これは結構上。そう、ドッカンですね。やっぱちょっと昔の。いいなぁ。はい。じゃあちょっと 2JZ のエンジンの音を聞かせてください。はい。はい。よろしくお願いします。それでつけます。これはチューニングカーだなマジで。このチューニングカーって感じ。いっちゃっていいですかじゃあ。お願いします。カードが挿入されました。来た。意外に乗りやすい。そうなんです。やっぱカーボンなんで。カーボンですねこれ。はいはい。メタルよりは全然いい感じです。でも車高も意外にすらないですねこれだったら。あ、そうですね。一応コンビニも入れる車高にしてあるんですよ。はい。やっぱ6発の厚みというか3リッターやっぱいいっすね。気持ちいい。全然街乗りもだから低速トルクあるし、全然あります。だからクラッチもなんかエンストもしないし。おおトルクすごっ。だってハイカムにエンジン中身全部やってもこんなにね。いやそうなんですよね。下もあるしちょっとスカスカそうなね。普通 TO4Z600、あ、そういうことですね。気を抜くとダメなやつだ。気を抜くとダメだ。常に俺は今 TO4Z を乗ってるんだっていう気持ちでカリカリにいじってやる。いやー気持ちいいな。やっぱこのエンジンってなんかゆっくり走っても気持ちいいですね。ゆっくり走っても全然気持ちいいですね。高速流しでもそう踏まなくても気持ちいいんだよ。はい。何千回転からこれ4000ぐらいから風速になります。これダメっすね。速いやつだ。もう足いい。足いいですよね。おお乗りやす。しっとりしてる。しっとり爽やかだこれは。フロント22キロあるとは思えない。全然わかんないですね。はい。すごっ。乗りやす。堀戸さんにも乗ってもらったんですけど、これいい足だね。いい足ですね。跳ねない。そうですね。前のやつは結構跳ねたんですよ、首都高。なんかこの車重をうまく使ってる足って感じですね。そうですね。やっぱ重いんで。重いですよね。あ、踏める。これ全然いけますね。そう、全然。面白い。はい。パワーありますけど、本当にアッピーキーでもないし。全然ピーキーじゃないですね。はい。すごい。いや
いですね、これ。いやー、いい音だ。これやばいな。これやばいっすね。これは男心くすぐられますもんね。めっちゃおもろいっすよね。面白い。やっぱ NA じゃちょっと味わえないこの気持ちいい感じで。はい、もうで、あとこのなんだろう、今のタービンとは違うこのビッグシングル的な、ビッグシングルのドッカンな感じ。あとレスポンスやっぱレスポンスやばい。これなんでこんなにいいんだろう。おかしいっすよね。でもね、これターボ車って俺レスポンスあんま良くないっていう、まあイメージだったんですけど、そうなんですよ。これやべえな。これやばい。自分の言ってぐらいよりお互い DC2 乗ってらっしゃって、僕も DC5 乗ってるから分かるんですけど、ホンダのエンジンレスポンス神って言われてるじゃないですか。これの方がいいっすね。いや、そうなんですよね。本当にね。 B18C より全然。なんでこんないいんだろう。なんで？めっちゃいい。気持ちよすぎる。なんかちょっと YSP のね、映画の中に出てくるこのバックタービンサウンドが。そうですよね。初代のオレンジスープラがそうですね、オレンジスープラ走ってる時の音みたいな。いや、本当にそのまんまですね。本当あの時のチューニングみたいな感じなんで仕様が。そうですね。2両 4Z もう15年前ぐらいのタービンですよね。古いですね。ではいも古いけどやっぱりこう一昔前のチューニング車というのはまだ使われてるイメージはあるんで。いいなぁ。すごいな。なんでこんなレスポンスいいんだろう。ブリーピングがめちゃ気持ちいい。ブレーキング気持ちいいですね。これ窓開けたらとんでもない音してる。窓開けたらやばいですよ。ベストやばいですゲートの音とタービンの音。ああ、やばい。あ、すごいですね。窓開けた方が気持ちいいですね。窓開けるとマジで気持ちいいですね。トンネルとかもやばいですよ。やば。やばいな、これ。こっちにタービン、運転席側にタービンがあるんで。RB は逆なんで。そうですね。 2J はそう運転席側にタービンがあるから音がなんかこっちについてる方が気持ちいい。オーナーからしたらやっぱね、運転席から聞こえるのいいですよね。すごいなこれ。音やば。いいな。やっぱトヨタのエンジン最強だな。いや 2J はやっぱ最強ですね。いや名機ですねこれは。リウィングも捕まんないし、そうです。めちゃくちゃはみ台もしてないし、都内声かけられないしね、いけますね。素晴らしい。ちょっと前 GT ウィングつけてて声かけられちゃったんで GT ウィングで声かけられるとちょっと運転めんどくさくなりますよね。なえるんで。なえるんですよね。羽つけるのはサーキットだけ。そうですね。素晴らしい。別にね、羽なくてもこの TRD ウィングだったら見た目もいいですしね。はい、結構一番 TRD が好きっていう人も多いんで、TRD の羽かっこいいっすよね。いやそうですよね。純オクのね、純正チックだけど一番これがしっくり。しっくりくる。これはいい。で乗り心地がいい本当に。ですよね。はい。で、頭振ってもなんか結構しなやかにロールしてくれるんですよね。はいはいはい。なんか050ですし、サイドウォールもねめっちゃ硬いはずなのにこれなんで。いやそうなんですよね。ラジアル履いたらもっとやんわりしてるんだろうなと。サーキットも気持ちよく走れそうな。気持ちいい。いやこれでドリフトしてるのはちょっとやっぱ赤岡だな。いやマジで言われます。もう前も持ってったら結構綺麗すぎない。綺麗すぎる。もったいないってめっちゃ言われるんですけど、やっぱ自分は走りたい人間なんで。いやいいっすね。しかもせっかくエンジンいじってあんなら乗ってあげないと。2万キロですしねまだね。はい、やってから。まあ見せる仕様だったらもうオートマでいいっていう考えなんで。確かに確かに。内装も前は全部あるんで。そうですね。そんなになんかこう不快感はないですよね。後ろはまあないんですけど。そうですね。前は。まあでもどうせスーパーの後ろ誰も座らないし。いや座れないです。あれついてでも。いらないですよ。足入んないですもん。足入んない。はい。狭い。知り合いにも後ろの席ついてるスープラの人いるんですけど、はい、乗ってみたら、うわこれ足入らんやんみたいな。あってもなくても意味がないみたいな。いやそうなんですよね。結局荷物置きとかすなら乗っちゃっていいんじゃねって。こいつもう取って公認なんで、2名公認なんで、はい、素晴らしい。やばっ。ザ・チューニングカーだこれは。すげえ。あ
ばくない？これつくば早いんじゃないですか、めちゃくちゃ。いやー、ちょっとまだつくば走ったことないですけど、来年の1月壮行会申し込んだんで楽しみですね。いや絶対早いっすよこれ。間違いないこれは。BM 車重どれくらいあるんですか？あれで今1479とかだったんですよ。ああ、ちょっと重い、こっちの方がちょっと重いぐらいかもしれないですけど、大差はないですね。で420なんで、もう全然こっちの方がまあでもあっち NA で月がいい。そうですね。ただこの下も結構あるんで、あんまつくばでも気にならないんじゃないかな。いやー、ちょっと踏ん切りしたい。踏ん切りしたいですね。踏ん切りしたい思ってるんで。そうですね。踏ん切りするのであればちょっと軽くして、そうですね。軽くして。やっぱりフロントのダウンフォースとギアをやっぱ GT ウィング生やすとか。そうですね。まあ最近正しい時は GT ですので。パワー的には59秒狙えるぐらい、650あるんで、まあエンジンスペック的にはそうですけど、スープラってなかなか踏ん切りできない。いやそうなんですよね。でもトラクション問題だと思うんですけど、そうなんですよね。みんな結構カリカリのスープラも1分1秒ですよね。1分ジャストぐらい。そうですね、多いですね。なかなかそのあと1秒の壁が。そうなんです。その1秒ってめっちゃでかいんですよね。だからやっぱ踏ん切りって言われるんですよね。そうなんですよね。やっぱ踏ん切りってやっぱみんながこう立ちはだかる壁を越えた人しかいけないんですよね。富士スピードウェイとかの方が全然スープラは合ってますよね。直線がやっぱり長いっていうのもあるし、でもやっぱこのフロントの重さがまた結構接地感あって気持ちいいですね。あります。はい。全然すっこ抜けない感じがあって乗りやすい。重量配分もフロント53対リア47。あ、いいですね。結構半々ぐらいの重量で作られてるんで、もっと前が重い。前の方が重いのかなと思いがちですけど、結構いい具合に。でもこの車線変更した時の収まりがめっちゃいいですね。ロール感気持ちいい。はい。いいロール感。パンパンしてないんで安心して組めます。欲しいけどここまで手入れた状態で買うと今いくらするんだろうなっていう。1000万超えるんじゃないですかね。軽く超えてそうですね。ゼロからやったらまたとんでもない金額。ゼロからやったらもうそれこそチューニング代だけで1000万とかいきますよね。いきかねない時代ですからね。いやーすげえ時代だな。昔スープラ結構ね、さっきの昔も見た、見かけたイメージですけど、見ないですよね最近。ドリフトなんてしてるやついないですよ。気持ちいいこの5000ぐらいからの加速が。でもこういう車を走る人が買ってくれてるのがやっぱ嬉しいっすね。なんかそれなんか知り合いにも言われましたね。なんか大国で知り合った方なんですけど、結構壮行会とか誘ってくれて、いつもなんかいじってあっても走らない人もまあ多いんですけど、そうなんですよ。自分は走りたくて買ったんで、これで走ってるのいい。そういう子いて嬉しいって言って結構壮行会に誘ってくれて、それで前回ドリフトも行ったんですけど。あ、そうなんですね。でもさすがにこれでドリフトしてたらだいぶね、クレイジーボーイだと思いますよね。これ買った時点で結構行かれてるんで、間違いない。知り合いからはよく言われてるんです。だいぶやばいっす。この時代にこの車買ってる人は本当にやばいっす。相当スープラが好きじゃないと買わないっすね。はい。いいなぁ。この3000ぐらいもいい音しますね。3000ぐらいが車内一番うるさい。うるさいですよね。ちょっとこもって響くような。それ以上回すと抜けてですね。まあ結局うるさいんですけど。この辺うるさいですね。ずーっと高速でこれ聞いてると多分耳がブワンブワンブワンってなっちゃう。高速巡航中ちょうど3000回転ぐらいになっちゃうともううるさくて。そうですね。ちょっと厳しい。はい。いやー気持ちいいこれは。なんでこんなレスポンスいいんだろう。マジ不思議ですよね。不思議ですね。軽量フライホイールとかだけじゃこんなならん。付けもいいし上も。いやそうですよね。なんだろうこれ。あと車が軽く感じます。あ、そうですか。そんなになんかこう1500キロぐらいある車に思えないですね。自分はねインテグラ乗っちゃってるから最初そこがねちょっと差が重いな頭って思ったんですけど、全然別にコーナリングがもたつく感じでもない。全然ないですね。てか
このアイドリングマジでかっこいいわ。そこのババ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 いや株が変わってるんで、いやカムやるとやっぱいいな。日本車のねチューニング車乗ってる人はこの音やっぱ憧れますよね。やっぱ RB もそうですけど K20A ではちょっとこういう音は出せないんで。いやなんないですね。やっぱターボ車じゃないと、ロータリーとかもなんかこんな感じじゃないですか。なんかこういう感じですよ、バー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 ってブリッジポートとかブリッジポートやばいですね。最近の車お利口すぎてこんなにやらなくてももうスムーズじゃないですか。スープラね、外人さんにも人気だし日本人も人気だし最強だな。やっぱ海外人気すごいですね。インスタのフォロワーさんも日本人 10% しかいない。あ、そんなもん。海外なんかまあいろんな国ですけど海外人気がやばいんだろうね。そうなんですよね。YSP ですね。 YSP 影響すごいですね。YSP ですよね。やっぱり、まあ、GTR もそうですけど、でも YSP ってすごいとんでもない影響なんだね。いや本当に初期の映画面白かったですもんね。いやそうなんです。やっぱ初期の方がちゃんとカーチェイスというか車のやっぱアクションが多かった。アクション多かったですね。あの時日本車多かったですよね。日本車しか出てなかった。日本車しか出なかったですよね。ワンツーは日本車しか。今なんかフェラーリとかなんかランボとかチャレンジャーチャージャー、いやまああれもかっこいいですけどね。ついついクラッチ踏んどきたくなるっすね、この音させたい。でもこれ渋滞中ずっとこれ踏んでたら釣りそう。昨日のオーナーズミーティングの帰りも透明が混んでたんですけど、しんどいってだるいしんどい。オートマがいいってなるけど、この時だけオートマがいいって走る時だけああマニュアルがいい。これはしんどい。扱いづらいし。いや本当にね。まあでも強化の中では扱いやすい方だと思いますけど。いや本当そうですね。ノーマルと比べたらそれは絶対。ノーマルと比べちゃちょっとあれですけど。これで入ってるかな。いや憧れるなやっぱ。スープラ安かったら本当欲しかったっすね。高すぎるね。高すぎる。ダメだ買えないですね。結構幅大きいですね。やっぱワイドボディにしてると。いやもう大黒白線ぴったりでもはみ出てるっていう。ナローでぴったりぐらいだったんで、ワイドにするともう入んなくなっちゃいましたね。よっ、ありがとうございます。ありがとうございます。